クルーズターミナルはどんな感じですか？そうですね。今日、これは僕はちょっとプレゼンした方がいいんですかね。プレゼンというか、なんか悩み事なりあったら。ちょっとじゃあ、ここまでの経緯と少しスライドを見せながらにしますね。共有できてますかね。はい。はい。すみません。もうバージョンが12になってるので、もうまた斉藤さんには出してないですけど、ずっと変わり続けているって感じなんですけど。はい。はい。で、成功ミュージアムさんっていろいろ、時間っていうものをずっと人類が捉えようとしている壮大なスケールみたいなのをまた感じさせてもらって、で、そこにはなんかこう宗教とか権威とか、時間を支配すればいろいろ握れるみたいなことがあったよね。ただなんかすごい館長が最後に言ってたのは、その時間をこう人類が捉えて、すごくそこのスピードを上げた結果、このコロナがものすごく、僕がなんかすごく発見があったのは、今までこう、僕がやるモーションとか動きっていうものと映像、光と現像みたいなものが少しかけ離れてたんですけど、なんか動くっていうことと時間がものすごく、時計っていうもののイメージを見て、親密性がすごく切り離せない関係だな、みたいな。そもそも地球が回転してる動きと宇宙が動いてる動きみたいなことと時間とかがものすごいシンクロしてて、なんか自分が改めてこう動きっていうものを作ろうとしてることと、なんか時間はものすごい改めて関係してるなとは思ったって感じです。で、その動きっていうものが活発になっていくってことが時間の精度を上げていくってことと、すごく接続してて、このコロナっていうこうが蔓延しちゃう状況みたいなのは、割とこう時間っていうものの精度を上げていったことにあるみたいなことを館長が言ってて、うわーと思いました。確かにね。そういうのはありましたね。いつも井口君言ったらアニマの話とすごく精通するよね。そうですね。そうそう。だからなんか、僕もモーションデザインって言ってると、こう時間っていうものが、動きをデザインするってことが、あまり時間っていうものと接点がない、もったいないかな、みたいな、その肩書きを持っちゃうと、だから時間の方が重要なのかもな、動きよりもとか思ってたところが、なんかこうシンクロしてすごい良かったな、という。よかったよかった。はい。で、なんか、やっぱりこの時代の感覚ってこう、やっぱり時間が止まってる感覚というか、2020年がもう一度2029年にやってきてる感覚みたいなのは、やっぱりみんなが思ってて、時間が止まってる感覚みたいなところを、やっぱりこうちゃんと、それをもう一回動かそうとする試みなのか、もしくはなんかもう、とは言ってもずっと動いてるっていうことなのか、そういうことをなんかこう、可視化できればいいんだなっていうふうに思ったっていうところは、再認識できたことでした。で、前はちょっとこの、谷川さんの詩みたいな、今、朝迎えてる時に誰かが寝てとか、そういう繋がってる感じとか、ミクロの描写が、マクロを捉えているみたいなことを斉藤さんが言ってくれて、そのミクロとマクロが繋がった時に、人の心動くんじゃないかみたいなのは、ものすごいアップデートありました。で、なんか一方でずっと僕が吉野の時から捉えようとしてることって何かなって、ちょっとメモ的にいろいろ載せてるんですけど、これ、なんか時計台の裏のカフェなんですけど、すごくこれいいなって思っていて、要は、なんかこう時計を見る側と時計が見てきた側みたいな、この視点の違いも僕の中ですごく、なんか重要で、こう人がカメラで何か物を撮ってる時っていうのは、実は、自分の時間の中にいてそれを描写しようとしている試みは時計の裏側にいる視点なんじゃないかみたいな。ちょっとなるほどね。ややこしいんですけど、自分っていう時間があって、それを反対側から見てるみたいな、こっち側を言いたいんじゃないかみたいな感覚もどっかにありますみたいな。でそういうなんかこうスケッチで言うとこう、時計が、反転してる時計って何か物を入れてるんじゃないかとか、そういうことになってたんですよ。要はこっち側から時間を見ている。それを誰かに伝えようとしているみたいなこととかは、逆転してることだけで言えるかなとかいう話とかを、なんかちょっと掘ってった経緯がありました。なるほど。で、またなんかこう、景色を変えてくるって、時間が移動してることとか、時差っていうことってどういうことかなみたいな。そこにないはずの景色があるってことは、どういう時間のズレなんだっけとか、そういうことを考えたりだとか、もともとはこう世界時計みたいなことが、クルーズターミナルなのですごく親和性がいいだろうと思ってて、東京
まあ、東京の、ちょうどニューヨークが時差が、まあ、反転してる時計で言うと、東京の針が向こうで見ると反転してて、時差を言えてるとかって結構はゾッとするな、みたいななるほことどね。とかをちょっと思ったりとか。で、なんうん。か、今普通、でも、なんか最初の、これだけで言えてるのかねみたいな話を、まあ中でもいろいろ議論重ねてたのは、まあ、東京にこう時計があって、そこを除くとニューヨークに置かれてる時計も同じように、窓が繋がってるみたいなうん。ことだけでも言えてるかっていう話をしてたんだけども、それってこのズームとかにすごい限りなく近くないとか、じゃあズームってすごいのかとか、なんか変な方向にちょっと言ってたんですけど、うん。そもそも時間が全然違う場所で繋がってる状況だけでもいろいろ言えるのかみたいな。ただそれが今リアルタイムで繋がってることだけじゃないことともあるよね、みたいなこととか、これ、吉野の時に僕は結構重要視してた、僕が描きたい動きとかってこういうことかも、みたいな。まあ、ずっと、円環してる動きがあるんだけども、そこの中身がどんどん変わっていってる状態。これちょっとわかりづらいですけど、数字がどんどん変わっていってるんですけど。うん。なんか、まあ、それが地球の動きとか、全体の動きとか、ただその中身はどんどん変わっていってる状況みたいなのは、まあ、モチーフとして正しいとか。で、今回少し僕らの中で決めたのは、なんかこう、吉野の時はこう螺旋の時計だって言って、この割と縦軸の時間の経過をすごく重要に見せたいなと思ってたんですけど、うん。今回その縦もものすごく重要なんだけど、もう全部を入れようとするとめちゃくちゃ軸がありすぎて捉えきれないから、今回はその縦軸で繋がっている螺旋状の一つの Y で一個繋いだところを可視化できたら、今回はまずステップとしていいんじゃないかみたいな。まあそれはある意味、世界時計の東京、ニューヨークみたいな。そういうことと同じなんですけど、横の軸でちゃんと見せましょうみたいな、見せたいねみたいな話をしてた。まあ、あと、まあ、単純になんとなく最初に書いた絵ですけど、クルーズターミナルにその円のディスプレイがあって、水平線が全部並んでいる、ただ時間がずれているっていう絵は、また何か一つ時間というものを入れてたりするな、みたいなことから、まあ、いろいろ思考を練っていったっていう経緯があります。で、なるほど。ちょっといろいろそれでなぜこのアウトプットになるのかというと、ちょっと言語化するのも難しい状況になってきてるんですけど、まあ、いろいろ実験して鏡を置いたりとか、なんだ、道路のに置いてある、こう、ちょっと魚眼っぽい鏡とかカーブミラー。買ったりとかして、はいはい。うん。そういうものを置いたりとか、ディスプレイを置いたりとか、カメラ仕込んだりとか、いろいろ並べてみたときに、インプットとアウトプット、まあ、それを取る側とそれをアウトするディスプレイを分けようと思ってたんだけど、これを裏と表くっつけちゃえば、なんかいろいろもしかしたら言えてるのかな、みたいな話になってて、結果として、まあ、鏡面と、モニター面を表と裏で、抱き合わせることにしました。で、それ以上言葉が出てこないんですけど、でも現場では、これは言えてると思ったんですけど、それをどう言葉で編集していいかちょっとわかんないんですけど、で、まあ、こういうプロダクトを作っていくんですけど、片面が、まあ、マジックミラーになってて、向こう側からはカメラが見えない状態で、人が反射している状態で、その裏側にそのを撮ったものが流れるっていう状況の装置。なるほど。インプットとアウトプットを両方持ってる装置を作ります。で、今回実はもう裏でいろんな各国のクルーズターミナルに置けるかとか、いろいろアポ取って置かしてもらおうみたいな話だったんですけど、これは、まあ、もちろんそれが一番できたらいいんだけども、時差とかを表現するためだけにすごく遠くに飛ばす必要って、まあもちろんできたらいいんだけど、そうじゃなくても言えるかなみたいな。だから数センチずらすだけでも、場所が違うとも言えるし、時間が違うっていうふうにも言えるから、まあ無理にこの時期に頑張って海外に置く必要はないかみたいな。まずは、このクルーズターミナルの中だけで場所を変えながら、インプットとアウトプットを変えれたらどうかみたいなことを思いました。で、その中で僕はその円環しながら、ずっと描写が変わっていくっていうことの中で、さっき見せた、メビウスの輪がぐるぐる回っていくみたいなことから、なんとなく吉野の時から少し想像してたんですけど、こういうなんかこうずっと円環しながら撮影し続けてんだけど、その時間は常に通り過ぎてってるみたいな、表現が、なんかあるなと思ってちょっと実験してたんですね。で、まあ、
これの呼び方としてはスリットスキャンって言ったらスリットスキャンなんですけど、まあ、60分割して、要は1秒前の自分が隣にいて、その1秒前みたいな。ただそれ自体がこう変換しているから、それを秒針が消していく。で、この時間と時間の狭間、現在とその一番遅れている時間の中の狭間に線が現れるじゃないですか。でこれがもしかしたら時計の針っていうふうに言えるなと思っていて。なるほどね。はい。で、これで時間を表現することができるんじゃないかというふうに思ったみたいなことが別軸であったです。で、これはその時間を今すごく細かい時間をずらしてるから割とこうインタラクティブなエフェクトっぽく見えるけれども、これを、1メモリ、1時間とかずらしてったら、どういうことが起こるかっていうと、これちょっと、東京湾の定点のタイムラプスの映像も引っ張ってきて、1時間ごとずらしていったみたいな、図なんですけど、まあ、1枚の中に1日の経過が内包できるみたいな、こともできるな、というふうに思ったんですね。で、そう考えると、吉野の時みたいなスケールで言うと、隣のメモリは1年前なんだけど同じ位置とか、10年前とか、これはものすごいレンジを持たせたら、それはそれですごいことになるな、みたいなことも思ったんですね。なので、重要なのは、この振れ幅とか、時間のズレとか、どんぐらいのレンジで、瞬間を集積していくかっていうレンジは自由に変えれるみたいなことができたら面白いし、これで時差とか場所とかそういうことも言えていくな、みたいなことを思った感じです。なるほど。はい。で、今、今ちょっといろいろそのスペックの問題といろいろ考えてるんですけど、まあ4つそれを読んでおこうと思っていて、一番、で、ちょっとこれは、今考え方整理してるところなんですけど、まあ、秒っていう単位と、分っていう単位と、時間っていう単位と、1日っていう単位で分けれるな、大体ざっくり分けれるなっていうふうに思ったんですね。で、1秒っていう単位は、これ一番今見せてる A っていう、1秒で一周して、1秒の時間がずっと変換しているっていう。ちょっと複雑で説明も難しいんですけど、1秒って単位で、これを24時間という単位で、24時間で一周するっていう単位にすれば、1日分を収録した時計ができる。この比較を作りたいなってまず幅を持っていて、で、A と D っていうところを定めて、B と C をどんぐらいの幅にしていくかみたいなことを今ちょっと見え方と相談みたいなところなんですけど、まあ、一周で60秒間の、まあ、それを前にした人が、60秒間前の自分もいるし、今の自分もいるっていう状況を作っていくみたいな。で、それの1時間バージョンみたいなことも作っていけば、幅が出るなと思ったんですけど、ちょっとここで、スペックの問題があって、まあ、24時間分のこの D の時計を作るとすると、48時間分の映像を60枚読み込まなきゃいけないんで、全然無理だみたいな話になってきた。で、これって別に動画にする必要ないんじゃないかっていう風な発想になったときに、これフレームレートっていうまた別軸の考え方が生まれて、24時間を60分間すると 1奥義24分ですね。だから24分で1回シャッターを切る。で、24時間一周したときに、っていう全部同じルールにすれば、1秒で60枚。1時間で、1日で60枚っていうことで比較して、フレームレート自体もグラデーション作れば、また違う時間が現れるんじゃないかっていうふうに思ったっていうところまでは来てます。はい。聞きました。ただ、結構、見え方として面白いのは、まあ、ぬるぬるそれは動画として動いた方が、まあ、その場でわーっと生成されていく状況とか作れるんで、ただコンセプト的にはこのフレームが全部どんどん落ちていくっていうことで言えるなと思ってるんですけど、もうすぐに、60秒で一周っていう見え方でもほとんどもう静止画に近い状態にはなっていくなっていうところで今、見え方を探っているということですね。フレームスケール。はい。いや、僕、60秒の考え方はさっきの1枚だけライブで、それ以外は24分に1回キャプチャーでいいと思いますよ。その D のやつ。さっきのページの下に書いてたみたいな。これですね。はいはい。で、ここの1奥義はライブの方がいいですかね。これも、
統一しちゃった方がいいのかなと思ったんですけ一ど。応はライブな方がいいなと思ったのは、はいそうじゃないと、今をキャプチャーしてないように見えてしまう。そうなんですよね。1時間に1回しかシャッターチャンス、24分に1回しかシャッターチャンスがないみたいな。うん。そうなんですよね。やっぱりその、まあ、今が収録されてるって状況を大事にしてた方がいいです。なような気がするけど、まあ、だからその1枚ライブが出てても、キャプチャーまでのカウントダウンが出ててとか、はい。はい。だけど今カメラではこれが見えててみたいなのがあった方が、そうじゃないと、これが後ろにカメラがついててキャプチャーをしようと思ってるっていう風に、そういう装置に見えなくなっちゃうんじゃないかなと思った。そうなんですよね。だからその、体験として分かるとか、楽しいとかをどこまで持っていくかみたいなところは、またその配置の話でも関わってくるなというふうに思っていまして、で、今回、そのモニターの前にしても自分は動かないんですよね。裏に行かないと動かないんで、要は、まあ、二人のペアがここにやってきて、片方の人が、まあ、鏡面に行って、わーってやったらそっちの見てる人がわーってなってるよっていうことは起こるんだけども、その自分自体がそれを確認するのは、ディレイがかかってる自分は見に行ける。さっき60秒前の自分はそこに映ってるんだけども、今は映らないみたいな。これをしたことによっていろいろ、辻褄が合わないところが辻褄があったとも言えるんですけど、そうですね。だから、24時間分収録してる時計は、もしかしたら海の方を向いて、そのグラデーションとか日が沈んでいくところとかの、こういう円環し、はい、円環しているところをまず見せててもいいなと思っていて、ただまあ、そうですね。自分がでも前に来たら自分も映った方が確かにいいなとも思いつつですよね。体験的には、まあこうやって固まってんだったらもしかしたらわかるかもしれないけど、それぞれがわかんない、たまにアニメーションで、これは1秒に1回、これは何分に1回みたいのを、要はどういう時計なんだよ説明みたいな、説明までいかなくていいと思うけど、いや、僕ね、なんかね、これ見てて面白かったのは、冒頭に話してくれた、セイコーさんのミュージアムの話とか、そう、確かに2020年って止まったよなっていうのはすごく思って、だから、本来であると、なんか今回もう一個肝になるのが、本来人がものすごい往来しているクルーズターミナルってところが、全く物抜けの殻であるっていうところで、まあ、それはその時が止まってしまったとか、経済が止まってしまったとか、いろんな言い方が言えると思うんだけど、これを1年後に見たときに、多分、ものすごい変わってるじゃないですか。だからそうなると、もしかしたら、じゃあ次は1年時計なのか、1ヶ月時計でやってみようみたいなことでも、昔これだったのが、どんどん人が増え、人種も増え、まあ、着岸する船も増えみたいな形に見えてくると、いいよね。いいですよね。そうなんですよ。なんか、同ポジで時代が全然違うみたいな感じは、一つ僕が見てみたいなみたいなのの一つだったんで、そのスケール感が出てくるといいっすよね。だからまあなんかこう人が行き交うときに、やっぱり何かが起こるっていうことが、そうなんですよ。なんか、やっぱりなんかこう、ただ海の景色を流してるだけで、それはリアルタイムとは言えないんじゃないかみたいな議論をこの前も斉藤さんとさせてもらったと思ってて、まあなんかこう、やっぱり人が関わってこないと時間ってこう記録されないし、時間が保存されないし、誰かに時間を感じさせれないみたいな。なんか人の行為が必要だなと思ったんで、吉野の時はこう、みんなにこう写真を撮ってもらうっていう行為に、それを落としたんですけど、まあ、それを集める膨大な時間が必要みたいなことが今回すごくネックだなと思ったんで、まあ、ある種自動的にその人が映り込んだら、そこに時間が記録されていくような装置みたいなことで言うと、まあ、これでいいなと思ってるんですね。で、まあ、多分人がいない時に映してると本当に景色が何も変わんないはずなんですよ。全部が動かないんで。少し日でこうグラデーションができてるかもしれないですけど、なんか景色
やってるだけかなと思うところに、まあ人が通ったら、人が通ったところだけが、なんかずっと残ってるとか、うん。で、わーっとなったところそうだね。の時間帯だけが、すごくなんかすごいいろんな色が入ってるとか、うん。なんかそれをこう、空間的に見れて、さっきあそこに自分がいたなとかも思うん。えて、複雑にこう時間が絡み合うと面白いなと思ってるんですね。うん。でもそうすると、これはまあさっき言ったみたいで、その Y 平面的に見てるかもしれないけど、1年前、まあこれは1年時計だとうん。したら、1年前の2月3日にここの場所にいて、1年後の2月3日にここの場所に行けば、その螺旋はつながるわけだよね。そういうことになるんですよね。はい。そうです。またすごいものを作りますね。いや、素晴らしいと思いますよ。本当ですか？いや、うん。相当また悩みましたけどね、やっぱり。いや、でも見なんかえたね。いやー、うん。なんか、まあでも一つ、断片的には切り取れるかなと思いました。で、もしかしたら今度は、すごい壮大ですけど、これを月とかにこうボーンと立てて、地球に立てたやつと映像を交換するとか、うん。したらどうん。うなるのかなとかも、なんかこのデバイスを作ることによってちょっとこうピンをいろんなところに立てていくことにできることもあるかなというふうに思いました。うん。今回、まあ、時っていうのがテーマで同じだけど、吉野はね、なんか僕面白いのは、人が介在してるとか面白いなと思ってて、で、だから僕、なんか今話聞いてて、ちょっと思いつきだから別にそうじゃなはい、いかもしれはい。ないんだけど、その一周回るというよりは人に委ねるっていうのは面白いかなと思ったの。この場所を、うん、このデバイスを2つあって、うん、で、それぞれみんなが、その、見てほしい風景のところに持ってってもらうっていう。おー、いや、そうするともう移動し続けるじゃないですか。はい、まあ、そんなんと電源的にとインターネット的にできるのかっていう話はあるけど、はい。移動し続けてるものっうて、ん、いいすごいですね。複雑だけど、うん、なんか、そこって、すごい魅力があるような気がする。いいですね。そうなんですよ。人にだから、よって。うん。人が何かそうやってくれるだけで、どんな複雑なプログラムよりも、その変異していくものになるんですよね。うん。それはちょっと思うですね。だから、吉野の時も実は同じようなことを考えてたなと思ったのは、最初、でかいこう鏡の鏡面球体をいろんなところに置こうと思ったじゃないですか。思ってうん。たんですよね。ただ、うん。場所が固定されてる意味を考えていくと、わけわかんないんですよ。こっちが定めたところで撮影しなきゃいけないとかが、うん。ついつま合わねえなと思ったっていう。だから、もうノールールでみんなが写真撮ったらただの、まあ、スライドショーになっちゃうじゃんっていうところも、のリスクも含めてそれが正しいと思えたんですけど、うん。今回はこう、ある意味こう、一つ時計の擬態っていうところで固定、まあ、場所を選んでそこに立ってるということで、まあ割り切れてるんですけど、これ自体が本当に動いたりとか、してくれたら一番、まあ、景色もどんどん変わっていくわけですし、そうだね。いいですよね。うん。ううん。ん。そう、関係ないですけど、このモニターにどんどん映ってもらうために、自分で針を動かしてもらうこととかも最初考えてたんですね。こああ、う、なるほどね。その人に時間を合わせてもらえばいいんじゃないかみたいな。うん。うん。真んうん。中に液晶に穴開けてないから。うん。でそういうなことでも時間を表せれるのかもな、とか思ったんですそうだね。よ。うん。確かにそれってでも物理的に可能なのかな、移動し続けれる。うん。なんか、できそうな気がするけどな。はい。そうなんですよね。ちょっと、並べ方に意味が出しすぎちゃうかもな、とは。これはまあちょっと円形になんとなくこう、くるっと回転させながら並べたやつで、まあ鏡面とモニター面が、逆になってれば、向こうにいる人を捉えてたりとか、モニター自体の映像をこっちが捉えてるとかも、まあ起こるかな、みたいなので、まあ円形的に配置したパターンと、もう少しその時間のズレみたいなことを、ちょっと並列に見せていくのも手かなと思ったんですけど、これが秒で、これが分の単位ですみたいなことをやったうん。ところで、うん。うん。あんまり意味ないなと思っていて、まあ、特に、セイコーミュージアムさんにも思ったんですけど、まあ、東洋の時間の考え方めちゃくちゃアバウトで、本当に線香焚いて、一本なくなったら一刻っていうこととか、なんかそんなノリで鐘鳴らしてたりとかしてた感じとかは、うん。なんかやっぱり東洋の方がこう、もう少し時間の幅みたいなことを感じている
そうだで、ね。あんまりこうんう、パキッと並べない方がいいのかな、みたいな。間を、うんそこに間を作った方がいいのかなとは思っているところですね。で、まあちょっとこれ現場なんじゃないかなとも思ってたんです。ちょっと置いてみたりとかして、どんな見え方これ、するかみたいそうか。な。はい。まあ安全のも、僕、現実論で言うと安全的な問題と、電源的な問題と、そうですあとは、ね。まあその、キャプチャーする背景のうん。質の問題と、質というか。はい。うん、はい。まあそうですね。ちょっとだから、どんぐらいの単位にするかは今いろいろ考えてるんですけど、今斉藤さんが一応はライブの方がいいんじゃないかみたいな少しまたブレ幅が出てますけど。まあ、僕うん。的には、その、まあ、どう展示するかによりけりで、さっきみたいな円形でやってて、そのインタラクティブ性が分かって、最後、こういう形でみたいなのは、分かってくれれば別にライブはいらないと思うけど、そうですね。だからまあ、そうなんですよね。こっちでわーって動いた。で、こっちは、すぐには出ないけど、これはめちゃめちゃ長く撮ってるのかって思ってくれれば、うん。あ、繋がるのかなと思いつつ。僕はなんかそこの儚さは、一回なんかその、時間って、まあ、その ABC は動き続けてるはい。けど、D に関しては一回こう、キャプチャーしうん。た瞬間に、一回時間が止まるっていうのでも、うん。コンセプトうん。的には間違ってないような気がするけどな。止まるっていうのは、いや、静止画で保うん存されるってうんうん。こと？はい。うん。そうですね。そうなんですよね。だから、なんかこう、そう見え方って話じゃないとすれば、だんだんこう、その刻んでいく幅も、シャッターを切っていく幅も広がってっちゃうみたいなのはありだなと思ってるんですけどね。だからもう うん。B と C の見え方にもかなり影響してきて、もうカクカクカクしていく、柄が動いてるみたいな状況になってっていいのかな、みたいなのは少し悩ましいなと思ってなるほどね。ね。うん、うん、うん。まあ、ただ、ちょっとまあ、今回一回出してみて、そうん、なんか次またいろいろできるなと思ってるっう。てそう感じですね。そうそうそう。ここで、はい。あれだよ、できちゃうと多分、なんか満足感ができて、あれができなかったら、ずっと満足できないみたいなのを続けることになるんですけど、きっとね。辛いな。これって今、プログラムは誰が作ってるんだっけ？ですね、吉野の時のウェブ作ってくれたチームに頼んああ、ほんと。でて、X コードで書いてくれてるって感じです。うんうんうん、多分 GP、どっちにしろ GPU 使ってると思うので、そううん。なると GPU でパフォーマンスが出ないってことは GPU がある程度スペックが高いやつ、まあもしはい。かしたら Windows の方がいいかもしれないけど、まあでも そうなんです X よね。コードで書いてるってことは、iOS じゃないや、MacOS ベースだから、うん。まあでももうほとんどできてきてはいて、あ、ほんと。はい。まあ、そうなんです。A はできると。まあ、キャッシュをどんどん消していけるんですよ。早いから。ただ、なるほど、なるほど。どんどん残しとく映像のレンジがものすごい広くなってくんで、ずっと消せない動画が必ず絶対やってくるんで、その動画が。うん、どっかで。そうだね。うん。意外となるほどな。重いかな、みたいなうん、うん、うん。感じで。まあそこはでも決めの問題かね。もしかしたら。はい。うん。まあ、ちょっと、できる限りのことをやって詰めていくって感じです。設置位置ってどうしようと思うんでしたっけ、今。まあ、他の作家さんたちがもういることもあると思うんで、一度もう一回行った方がいいかなと思う。常設したいな、みたいな、下心があったんで、壁がいいと思うんですよ。結構、ロゴというかね、文字とかめちゃめちゃ入ってて、干渉してくるんですよね。で、うん、壁立てるとなるとめちゃめちゃお金かかっちゃうって話も聞いたんで。できれば3階がいいですよね。あの、なんてことないとこでもいいかもって話してるんですけど、船から降りてきた人たちがわーっとなる、はずのところ。で、本当に、柱がバーってあるところ、はい、2階の。はい、はい。なんかそういう開けたスペースの方がいいのうん。かなと思います。本当にこのクルーズターミナルが稼働したらちょっとそんなところ置いてたら危ねえって話になりそうで。ちょっと広いところに分散させて四つ角に置くとか、
まあ、四つ角っつっても、引き尻がある程度ないと、やっぱり裏も見れないので、そうなこれってもしくは、でも、あれですかね、分散させすぎない方がいいですよね。いや、なんか一個ずつ全いや、然違うところよりは、多少固まった方がいいですよね。ですよね。だから、なんか、あとはまあ、エスカレーター付近とか、もう、空いてないところとか、ここしかもう残ってないっていう選択肢がもうおのずと出ますよね。まあでも、まあとにかく、でも内容が、井口くん今回もがっちり掴んでくれて、そうですか。時の、はい。井口くんなりの哲学がまた深くなり、いや、ありがとうあございます。とはもうデはい、バイスをどこに置くかっていう話だと思うので、そうですね。ちゃんとうん、ものにもなりそうなので、楽しみなんですそうだね。けどね。ありがとうございます。ありがとうございまじゃあ、井口くん何かあす。ったらまた連絡ください。わかりました。ちょっと白天さんと場所の話をじゃあ、うん。これから詰めてきますので、よはい。ろしくお願いします。じゃあ、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。あありがとうりがとうございございます。ます。はい。ありがとうございます。あーありがとうございます。